皆さんこんにちは。元気ですか？日本語教師のレナです。このビデオは日本語で話します。日本語を勉強している人たちがわかるように簡単な日本語でゆっくり話します。英語、ロシア語、スペイン語の字幕がありますので、必要な人は YouTube の設定でオンにしてください。今日のテーマは日本語を話すために大事な5つのことです。日本に住んで日本人とたくさん話すのが一番いいと思いますが、今日は日本に住まなくても日本語が話せるようになる方法を皆さんにお伝えしたいと思います。まず、私のことを知らない人のために少しだけ私の自己紹介をします。私は日本人で、日本で生まれて、日本で育ちました。海外に住んだことは一度もありません。数年前からオンラインで日本語を教えています。今は日本語をメインで教えていて、他に英語、ロシア語も教えています。私は外国語が大好きです。英語とロシア語以外にスペイン語も話せます。あとはイタリア語も少し話せます。ドイツ語は少しだけわかります。話すのはまだちょっと難しいです。これらの外国語を使って毎日日本語を教えています。では、このビデオのタイトルの日本語を話すための5つのポイントについて話します。私も外国に住んだことがありませんが、今、日本語以外に4つの言語で話すことができます。私が外国語を勉強するときにやってきたことと、日本語教師として話せるようになった生徒さんを見て思ったことを5つにまとめました。これらのことを皆さんもやってみましょう。1番、文法の練習。これを聞いて、なんだ文法か勉強したくないなと思った人が多いと思います。でも文法を全く知らないと何も話すことができません。まずは基礎の文法を覚えることが何より大事です。でも基礎だけでいいです。難しい文法は必要ないです。方法は何でもいいですが、楽しく勉強するためには、私はネイティブと勉強することをお勧めします。私はスペイン語やイタリア語を勉強したとき、一からネイティブに習いました。教科書などは買いませんでした。先生に習ったことを覚えて、レッスンで練習しました。自分で本を読んで勉強するのはとてもしんどいですね。でもネイティブが教えてくれることを一緒に練習するだけならそんなにしんどくないと思います。ネイティブと練習しながら基礎の文法を勉強します。JLPT のレベルで言うと N5 か N4 くらいまでの文法でいいと思います。日本語は他のヨーロッパの言語と比べると文法はそれほど難しくないです。英語やスペイン語のように漢詩、あ、ざ、ら、れ、
などの言葉はないし、単数、複数の違いもなくて、あっぺんもペンズも基本的には同じペンです。ロシア語などのスラブ系言語のように言葉の形が変わったりもしません。しかも動詞などの活用も主語が何であっても同じです。ヨーロッパの言語だと I make, he makes のように言葉が変化しますが、日本語は主語が何であっても言葉が変化することはありません。2番、少しずつひらがな、カタカナ、漢字を覚えること。これは私が外国語を勉強した時にはあまりしませんでしたが、日本語の場合はリーディングがとても難しいので、たくさん練習しないといけないと思います。ひらがなをきっちり覚えられない人がいますが、これは絶対にひらがなをしっかり覚えた方が、その後の上達が早いです。脳が文字を正しく認識していない状態で言葉を覚えるのはとても難しいからです。私はロシア語の言葉を覚えるのにとても苦労しました。それはロシア語の文字が英語のアルファベットと全く違っていて、読むのがとても難しいからです。日本語を読むのが簡単になれば、言葉を覚えるのも簡単になります。スペイン語やイタリア語は英語と同じアルファベットなので、言葉を覚えるのにかかる時間が、ロシア語の言葉を覚えるのにかかる時間よりずっと早かったです。まず、日本語のキーボードをパソコンにインストールして、日本語でタイプする練習をしてください。結構楽しいと思います。3番、日本語を使って楽しいと思えることを探すこと。文法の基礎を勉強して、ひらがなやカタカナが読めるようになったら、次は日本語を使うことを考えてください。N5、N4 の途中までくらい文法を勉強すれば、日本語を少し話すことができます。日本人と話してみたり、日本語を書いてみたりしてください。あなたは日本語を覚えてやってみたいことは何ですか？まだ少し難しくてもやってみてください。最初はできなくてもだんだんできるようになってきます。例えば日本語の YouTube を見るなどです。字幕はあなたの言語でもいいので、できるだけたくさん本当の日本語の音を聞いてください。楽しいと思うことは長く続けることができるし、楽しいと思うことは覚えるのが早いです。楽しくないことはせずに、楽しいことをどんどんしてください。4番、日本語をたくさん話すこと。言語を勉強するときに一番大切なのはたくさん話すことです。日本語の文法は簡単です。では、どうして日本語が
難しいと言われているのか。その答えはいろいろありますが、一番の理由は言葉の数がとても多いことだと思います。同じような意味の単語がとてもたくさんあります。そして大抵の場合、それぞれ意味が少しずつ違います。ほんの少しの違いをわからないといけません。特に同じ発音で漢字だけが違うものや、全く同じ発音漢字で意味が違う言葉がたくさんあります。これらのたくさんの言葉を使えるようになるには、たくさん話すのが一番いいです。時々教科書で自分で文法と言葉を勉強したという人がいますが、話す練習をあまりしていない人の日本語はとてもわかりにくいです。たとえ JLPT-N1 を持っている人でも何を話しているか全然わからないこともあります。逆に JLPT-N5 も受かっていないけど、とても流暢に話す人もいます。なので、日本語で話せるようになりたいという人は、とにかくたくさん日本人と話してください。今はインターネットを使っていろいろな方法でネイティブと話すことができます。例えば、私の今働いているサイト、iTalki にはたくさん日本人がいます。この人たちと日本語で話してみてください。たくさんの言葉を使えるようになるには、たくさん聞いて、たくさん練習することです。5番、言葉をできるだけたくさん覚えること。これはどの言語を勉強するときでも同じですが、単語を知らないと会話できないので、単語はできるだけたくさん知っている方がいいです。勉強し始めたばかりの頃は、フラッシュカードなどを使ってリストの単語を覚えるのがいいです。あとは日本人との会話で出てきた単語を覚えるようにしてください。文法を全く勉強していなくても、単語を並べるだけでもある程度は意味が分かってしまうので、単語を知っているということはとても大切です。覚えられる人はとにかく出てきた言葉を全部覚えていってください。以上で今日のビデオは終わりです。皆さんわかりましたか？ではまたお会いしましょう。またね。